こんにちは。お金と自由の航路チャンネルです。いつも真面目に働く皆さんのお金と自由の航路を整えるお手伝いをしています。今日は株価が急に上がった日にこそお金全体の設計図を見直すお話です。日経平均〇〇円高、株価急騰。そんなニュースを見ると追証券アプリを開いてしまいませんか？評価額が増えていると嬉しい。でも同時にこんな声が聞こえてきます。今のうちに売った方がいいかな。もっとリスクを上げた方がいいかな。頭の中でいろいろな考えが行ったり来たりして、気づけばニュースとアプリを何度も見てしまう。そんな日もあると思います。今日の動画でお伝えしたいのは短期の値動きの話ではありません。株価急騰の日こそカメラを引いて自分のお金全体を見直してみませんかという提案です。今日のゴールは3つあります。1つ目、お金を1つの山ではなく3つの財布で見るイメージを持つこと。2つ目、株価が大きく動いても3つの財布のバランスで落ち着いて考えられるようになること。3つ目、自分だけのお金と自由の設計図の叩き台を1枚の紙で作ること。ここからが大事なところです。まず、なぜお金の設計図がないと急騰ニュースに揺さぶられやすいのか。よくあるパターンから見ていきます。1つ目のパターン、銀行口座の中に給料もボーナスも将来のための貯金も全部ひとまとめになっている状態です。アプリを開いた時にいくら持っているかは分かっても、どこまでが生活費でどこからが将来のお金かがよくわからない。この状態だと株価が動くたびにお金が増えたり減ったりするように感じやすくなります。2つ目のパターン、お金を何にいつ使うかよりも増えたか減ったかだけで見てしまうことです。目的や期限がはっきりしていないと短期の値動きに意識が全部持っていかれます。急騰の時はもっと攻めたくなる。急落の時は全部やめたくなる。どちらも目の前の数字だけを見ていると起こりやすい反応です。3つ目のパターン、守る育てる使うの順番がごちゃごちゃになっていることです。本来は生活を守るお金があって、その上で将来を育てるお金があって、さらにその先に自由を広げるためのお金があります。この順番が曖昧なままだとちょっとしたニュースで航路が大きく揺れてしまいます。ここまで聞いてくださった方はきっと家計も仕事も真面目に向き合ってこられた方です。だからこそもう一歩踏み込んで3つの財布でお金を見てみませんか。ここからはストーリーを使ってイメージしていきます。同じ会社で働く3人の同僚がいます。片田コツコツさん、波乗りあげおさん、設計みちるさんです。3人とも30から40代の会社員で、パートナーと子供が1人ずついます。お給料もだいたい同じくらい。ただお金の見方が少しずつ違います。まずコツコツさん。コツコツさんは貯金1本やりタイプです。お金は給与口座の普通預金にすべてまとめて入っています。なんとなく安心だから、投資は怖いから、そんな理由でずっと貯金を続けてきました。株価急騰のニュースを見ても自分には関係ないかな、そう思いながらも心のどこかで損をしているような気がしてもやもやしています。次にあげおさん。あげおさんは思い切りの良いタイプです。将来が不安でここ数年で一気に投資を始めました。生活防衛資金をあまり考えないまま積立 NISA だけでなくそれ以外の口座にもかなりの金額を投じています。株価急騰のニュースを見るとテンションが上がります。このペースで増えていけば自分もファイヤーできるかも
そんな妄想も膨らみます。でも、急落のニュースが出ると、一気に不安になります。このまま全部なくなったらどうしよう。夜、眠れなくなる日もあります。最後に、みちるさん。みちるさんも、不安や期待を感じるのは、コツコツさんやあげおさんと同じです。ただ一つだけ、違うことをしていました。それが、お金を3つの財布で、ざっくり分けて考える、ということです。みちるさんは、ある日ノートを開いて、こう書きました。1つ目、今を守る財布。2つ目、未来を育てる財布。3つ目、自由を広げる財布。そして、家のお金や口座を、この3つのどこに入るか、ざっくり仕分けしていきました。みちるさんは、株価急騰のニュースを見たとき、まずこのノートを見返します。今を守る財布は、ちゃんと厚みがあるか。未来を育てる財布は、長期で育てるベースを守れているか。自由を広げる財布には、将来やってみたいことがちゃんと書いてあるか。こうやって3つの財布のバランスだけを静かにチェックします。数年後、コツコツさんの貯金は少しずつ増えてはいます。ただ、物価が上がるニュースを見るたびに、このままで足りるのかな。新しい不安も抱えるようになりました。あげおさんは、急落のショックで、一度大きく減らした経験から、もう投資はこりごりだ、と感じて、積み立てをやめてしまいました。みちるさんはどうでしょうか。みちるさんも、相場の波は何度も経験しました。しかし、今を守る財布があったおかげで、暴落の時にも、生活は守られていました。未来を育てる財布は、長期の積み立てを淡々と続けています。自由を広げる財布には、50代から週4勤務にするなど、具体的なメモが増えていきました。3人の違いは、お金のセンスではありません。お金を3つに分けて考えていたかどうか、そして、お金と自由の設計図を持っていたかどうかでした。ここからは、この3つの財布について、もう少し詳しく見ていきます。ここからが、今日一番の本題です。まず、1つ目の財布です。1つ目は、今を守る財布です。これは、生活防衛資金とも呼ばれます。役割は、もしもの時に、生活を守るクッションになるお金。例えば、急な病気や怪我で、しばらく働けなくなった時、仕事を変わる期間に、収入が減るかもしれない時、家電が立て続けに壊れたり、車の修理が必要になった時、そんな時に、投資商品を慌てて売らなくても済むように、支えてくれる財布です。目安としては、生活費の何ヶ月分か、という考え方があります。独身の方なら、3ヶ月から半年分くらい、家族がいる方や、収入が変動しやすい方は、もう少し多めにしておく。こうした目安は、人それぞれ違って大丈夫です。大事なのは、自分はどれくらいあれば安心か、この感覚を言葉にしておくことです。この守る財布に入るお金は、大きく増やすことよりも、いつでも引き出せる安心感を大切にします。2つ目の財布は、未来を育てる財布です。ここには、老後の生活費や、お子さんの教育費など、10年、20年と、長い時間をかけて育てていくお金が入ります。積み立て NISA やiDeCo、職場の確定拠出年金などは、この2つ目の財布に入るイメージです。未来を育てる財布のキーワードは、長期分散積み立てです。時間を味方につけて、コツコツと続ける。途中で大きな下落があっても、積み立てを続けることで、買うタイミングが分散されていきます。いわば、畑を耕して、種をまき続けるようなイメージです。3つ目の財布は、自由を広げる財布です。ここは、多くの方が
あまり意識していないゾーンかもしれません。自由を広げる財布には、いつか自分や家族のために心地よく使うお金が入ります。例えば、50代になったら、週5勤務から週4勤務にして、少しゆったり働きたい。40代で1年だけ、仕事をセーブして学び直しをしたい。子供が独立した後、少し長めの旅行をしてみたい。こうした人生の選択肢を実際に選べるようにするための主戦です。使うタイミングは5年から15年くらいのイメージです。老後までずっと寝かせておくお金ではなく、人生の途中で自由度を上げるために使っていくお金です。この3つ目の財布をちゃんと用意しておくと、お金を貯めっぱなしにする感覚から、いつ何のために使うかを考える感覚に変わっていきます。ここまでをまとめると、3つの財布はこうです。1つ目、今を守る財布。2つ目、未来を育てる財布。3つ目、自由を広げる財布。この3つを並べると、お金と自由の設計図がぐっと描きやすくなります。では、株価急騰の日には何をすればいいのでしょうか。答えはシンプルです。全部売るか、もっと攻めるかを考える前に、3つの財布のバランスを静かに確認する日にする。それだけです。例えば、株価が上がって投資の残高が増えたとき、未来を育てる財布ばかり大きくなりすぎていないか、今を守る財布が薄くなっていないか、自由を広げる財布の使い道が曖昧なままリスクだけ上がっていないか、この3つをゆっくり見てあげます。もし守る財布が心もとないなら、新しくリスクを増やす前にまずは守る財布を厚くする。もし未来を育てる財布がしっかり育ってきているなら、その一部を自由を広げる財布に回す。こうした調整の方が、今日の値動きに合わせる売買よりもずっと人生に効いてきます。ここからは今日からできる5つのステップをお話しします。難しいことはしません。紙とペンがあればできることだけです。ステップ1、紙を1枚用意して、上に3つの財布と書いてみてください。左に今を守る、真ん中に未来を育てる、右に自由を広げる。この3つの箱を描きます。ステップ2、ご自分の口座やお金を書き出します。銀行口座、積立 NISA、iDeCo、現金の手持ち、会社の確定拠出年金など、思いつく分だけで大丈夫です。そしてそれぞれをどの財布に入るか矢印で結んでみてください。ステップ3、1ヶ月の生活費をざっくり計算してみます。家賃や住宅ローン、食費、光熱費や通信費、子供の習い事、ざっくりでいいので合計してみてください。その金額をもとに、自分は何ヶ月分あれば安心か、今を守る財布の目安を決めてみましょう。ステップ4、積立 NISA やiDeCoなど長期の積み立てになっているものには、未来を育てる財布と大きくラベルを書きます。そしてそのすぐそばに、いつ頃何のために使いたいお金か一文だけメモしてみてください。ステップ5、自由を広げる財布の使い道を3つ書き出します。50代で週4勤務にしたい。40代で1年だけ好きなことを学び直したい。子供が独立した後、ゆっくり旅ができるようにしたい。金額はざっくりで構いません。大切なのは、お金を何のために使うかを言葉にしておくことです。そして、株価急騰のニュースを見たときには、いきなり証券アプリを開くのではなく、まずこの3つの財布の紙を見てみてください。守る、育てる、自由を広げる。それぞれが自分にとってしっくりくるバ
感情で動いて後悔する確率はぐっと下がります。最後に今日の話をまとめます。お金には3つの役割がありました。今を守る財布、未来を育てる財布、自由を広げる財布。株価急騰の日は人生が一気に変わる日ではありません。3つの財布のバランスを見直すきっかけの日です。投資はいつか心地よく使うための準備です。慌てて全部売ることでもなく、一気に攻めることでもありません。自分のペースで航路を保ちながら続けていくことが何より大切です。何度でも言います。投資はいつか心地よく使うための準備です。このチャンネルでは、お金は自由を選ぶための道具、投資はいつか心地よく使うための準備という視点でお話ししています。今日の話をきっかけに、ご自分なりの3つの財布の設計図を一緒に描いていけたら嬉しいです。よければコメントで3つの財布をどう分けたいか教えていただけると嬉しいです。航路のメモ代わりにチャンネル登録もしていただけたら、これからも一緒に整えていけます。今日も最後まで見てくださり本当にありがとうございました。また次の公開でお会いしましょう。